皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは教師と看護師を辞めて日本一周している夫婦です。現在沖縄県です。今回は沖縄グルメを食べてきましたのでご紹介します。これ以外にも沖縄そばをたくさん食べているんですけど、それと同時並行で沖縄で食べておきたいものをたくさん食べてきましたので、そちらをこの動画でご紹介したいと思います。沖縄の郷土料理からお魚料理などなど、沖縄ならではの食材を使った料理がたくさん出てきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。じゃん、初タコスです。実は沖縄に来て一発目に食べるのがこちらのタコス屋さんのタコスです。では、いいんですか、私から食べてください。もういただきます。あったかい。タコスを食べ慣れてるわけじゃないからごめんなさいね。うまいです。うまい。こんなあっという間に食べ終わっちゃうよ。1ピース220円という、だいたいみんな3個入りを頼むみたいですけど、3個入り食べたいぐらいやけどね、これもかけちゃおう。うまっ。でもいただこう。美味しいな。この辛いソースもめっちゃうまい。皮がこう揚げてある感じで、薄っぺらすぎず、ちょっともっちり感も感じられるような食感も楽しめるタコス。あっという間に食べちゃいますね。うまっ。タコスこれはハマるわ。次行った時は必ず3ピース食べたいです。ファストフード店にこれ売ってたらすぐ買いたくなるね。ああ、そうかも。全国にタコス屋さんあったら、マクドナルドじゃなくてタコス屋さんにも行きたいと思うかも。ごちそうさまでした。ちょっと潰して、うわ、カリカリだ、バンズが。うまっ。スペシャルバーガーということで、肉が分厚くて、このバンズが超カリカリ。ふわカリ。このソースが美味しい。ふわかりか。なんでこんなにさ、ハンバーガーソースうまく作れるんだろうって思うんだよね。トマトも分厚くて美味しい。レタスってかシャキシャキして、アメリカンチックなハンバーガーに見えるけど、そうでもないですか？あ、でも肉々しいだから感じがジャンキー。お店の外にも常に人が並んでいるような感じで、待ち時間としては20分から30分ぐらいかな。オフシーズンだからでしょ。オフシーズン夏とかはやばいと思う。そうか。結構並ぶらしいからね。俺らは4、5組待ちで済んだからよかったけどね。2時ぐらいに来たらそんな感じでした。あ、肉の分厚さが半端ないね。上も下も硬いから最初サクッという食感で、お肉の存在感がすごい。口がすごい1人ワンオーダー制なので、もうお互いセットを頼むのもいいし、私たちはその前に沖縄そばをちょっと食べてお腹いっぱいだったので、こちらグアバジュースとこっちのハンバーガー1個注文して、このハンバーガーをシェアしてます。もし半分こするときは来てくださいって言ったら来てもらいます。このハンバーガーは食べるべきだと思う。美味しいと思った。待った分だけ美味しく感じると思うよ。いや、全然1個食べたいかもって思うぐらい美味しい。うまっ。グアバジュースうまっ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだったけどしっかり美味しく食べられたから、ここは美味しいハンバーガー屋さんだと思いました。俺結構ここのは感動したし、外国向けのハンバーガーなのに日本人の口にもしっかり合うハンバーガーだなって思いました。美味しかった。本当にお気に入りに登録されました。登録されました。次はもうセットとかで食べたいぐらい、また来たいです。これだね。せんべろもあるじゃん。ここでもせんべろできるんだ。せんべろは沖縄の文化だそうです。
1000円でベロベロになるから1000ベロって言うんだって。いただきます。りょうくんの念願のステーキです。半分します。半分サーロインとロース。以前は1100円でやってたみたいなんですけど、値上げしてそれでも1300円という、なんか今の方が前より美味しいと思いますって店員さんに言われてあ、柔らかいわ、びっくり。じゃんけんしていい方をお互い選ぶっていうのいいですよ。最初はグー、じゃけんぽい、こっち最初はグー、じゃけんぽい、最初はどっちもうまそう。早く面会。こっち。はい。じゃあ交換の儀を行います。難しいね。せーの。グイ。ソースとかがいろいろある。わさびとかオニオンとかもある。本格的だね。すごいね。これだけこのまま食べてみるか。ガーリック乗せて。うまっ。分厚くて肉々しい。うまっ。ロースも身が引き締まってるけどパサつきとかもなくてすげえ柔らかいで。うまっ。サーロイン。サーロイン柔らかい。サーロインって超柔らかい。あっさり食べたい人はロースだね。沖縄県ってステーキハウス88っていうのがいろんなとこにあって、でそこもね割と安い値段で2000円前後かなから3000円ぐらいで食べられるかったんだけど、国際通りの中ののれん街っていうところの中にあるお店で安いっていうところがすごく気になってきてみました。知らなかったけど沖縄県民は締めステーキとかするみたいな。ね、すごいよね。これぐらい安いからまあやりたいってなりそうだね。ね、そんな贅沢あるのってぐらい。ごちそうさまでした。このコスパでこのクオリティのステーキを食べられるのはめっちゃ幸せなことだなって思ったし、美味しいから 200g はもうあっという間に食べ終わっちゃいました。昼飲みもできますので安くで、ぜひそちらと試してみてください。普通の醤油じゃなくて山椒の入った醤油にしたいと思います。音楽がいいよね。なんかさ、昔ながらの本当沖縄の雰囲気も楽しみつつ、今時のレストランっぽい、洋と沖縄が一緒になったような感じです。定食におしゃれなコース料理みたい。ナッツみたいなの乗ってて、ココナッツとかかな。なんですか、面白いね。おいしい。お魚を久しぶりに食べた感覚。沖縄ってそんなにお魚のイメージがないもんな。美ら海とか行った中でさ、魚の大きさが半端ないんだって思った。ウルマルシェっていうところに行った時にもめっちゃでかい魚売ってあったし。確かにね、出るのがでかかった。いただきます。そう。ペッパーが振られてるんだ。美味しい。ほんとような感じ。今日は他にもいっぱいグルメ食べるので、定食一つとこの芋くず天ぷらっていうのを頼みました。芋くずってことは芋のでんぷんを使ってるってことかな。くず餅とかのくずもっちりしててほんのり甘くてめっちゃ美味しい。これめっちゃうまい。今これ私のめっちゃ好みだ。もう見た瞬間網好みだろうなって思って見てた。これめっちゃ美味しい。3個ぐらい食べたい。
芋餅みたいなもっちり感、普通の芋とは違うんで紫芋ならではおすすめ。一人一皿食べてもいいぐらいめっちゃうまい、美味しいでしょ。美味しかった。わあ、なんか嬉しいご飯。いただきます。まあ、シチュー町っていうのが残ってたのでそれを頼んだんですけど、青鯛って意味らしい。青鯛、朝のソース。うわ、身がホロホロの超バターの香りしてる。うまー。このソースがめっちゃ美味しい。すごいバターの香り。いただきます。これはうまい。これはめちゃめちゃうまい。やばい。びっくり。こんな身もたっぷりなんだね。うまい。バター風味といってもそのこってりしてるわけじゃなくてガーリックかな。香りもめっちゃ良くて。ガリックもあるね。めっちゃ美味しいこれ。想像の3倍4倍ぐらい美味しい。もずくだ。嬉しい。沖縄で食べられる魚もこんなに美味しいんだね。すでにもう一回行きたいと思う。甘みじゃ足りないよ。このバターの海に浸して。やばい。顔が幸せいっぱいじゃん。半身なのにすごいたっぷりだね。このバターね。これすごい。うまっ。頭まで食べれるんじゃないかってぐらいカリカリ。めっちゃうまい。マジでうまい。テイクアウトもできるらしいけど、これは絶対この鉄板で食べる方がうまい。そうだね。値段は時価っていうことだからその時取れた魚によって変わるっぽいけど、高くて3000円ぐらいで食べられるのかな。俺たちは今日別のも食べるからということでこれだね。この後すぐ沖縄そば食べに。ごちそうさまでした。もう目玉が飛び出そうなほどひったまがりました。沖縄県でもし魚を食べたくなりましたらぜひこちらに足を運んでみてください。前菜です。少しだけ生魚とこのバター焼き。バターなのに重くなくてすっごく最後まで美味しく食べることができました。思ってあれ食べてほしい。雰囲気も良くて、ゆったり食べられるお店で良かったです。お魚がなくなりやすいので早めにご来店ください。那覇空港から割と近いところにはあるので行きやすいと思います。いただきまいただきます。キングタコスはタコライス発祥のお店でタコスも有名です。まあ見た目は一緒のトッピングなんだよね。そうだね。ライスなのかトルティーヤなのかっていうところでめっちゃボリューミー。ソース変えればよかったな。タコソー変えれたスとケチャップが選べた。あ、そうなんいいじゃないもん。どっちもタコソースにしちゃった。野菜落ちまくる。いただきます。わお、味濃い。お肉のこれはね、スパイシーだよ。トルティーヤめっちゃ薄くてパリッパリ。やっぱりこれは下に落ちるよね。めっちゃいっぱい落ちてるもん。食べるのめっちゃ難しい。結構ジャンキーな感じがする。パリパリなんだけど中心部分は肉の脂でかしらんけどしっとりしてるところがあって、そこがまたちょっと違った味わいで美味しい。ね、野菜を食べるのがめちゃくちゃ難しい。美味しいことは間違いないわ。パーティー会場です。もう暴れまくってる。食べるの難しい。ここからはインドスタイルでアメリカを通り越して。そうそうそうアジアに戻ってきました。確かにでかっ。穴に野菜が突き刺さってパリパリ。お肉たっぷりだねこっちも。ボリュームがいい。ライスになるだけで全然違うよね。ごち
ちそうさまでした。公共駐車場があるので無料でそこに止めてこられるし、周辺がちょっとアメリカンチックなメキシカンチックな街並みだったので、それもちょっと楽しいと思います。大満足でした。ほっぺたにまだサルサソースついています。反対です。ごちそうさんでした。ごちそうさまでした。綺麗な猫だね。こかわいい。綺麗。可愛いですね。うわ、めっちゃ愛想振る舞ってくれてるじゃん。気持ちいい。気持ちいいの？かゆいの？気持ちいい？気持ちいいですか？うん、まあね。女の子だったよ。美人だね。ほんと美人さん。美人ね。そうでもないわ。当たり前よって感じか。ね。大城天ぷらにやってきました。駐車場が5台分ぐらいだけあります。これがアーサ青さね。でっかいね、1個が。アーサで熱々です。もずく。もずく。めっちゃもずくだ。揚げたてを提供してくださいまはい。す。あと紅芋があります。うん。ふわふわ。人参とかも入ってて、かき揚げみたいな感じ。うん。すごいカリカリして美味しいね。1個がすごい。うん。ほんのり塩気があって。割と自然に近い味。うん。ふわふわ。もずくはほんとふわふわでかき揚げ。おやつ感覚で食べられていいね。お客さんがどんどん入ってくるけど、注文のたびにあげて持ってきてくださいます。1個100円ってめっちゃいいね。大きいからさ、食べ応えもあってめっちゃいいよな。うん。いただきまいす。ただきます。名刺を持ってください。いはただきます。い。ミス。嬉しい。沖縄の郷土料理はどこかで一つは絶対食べておきたいっていうのがあって、石豆腐があるものとポークだね。で、僕はゴーヤチャンプル大好きなんですよ。沖縄で食べなくてもとか思うかもしれませんけど、沖縄のやつを食べたかったので食べたいと思います。優しい。めっちゃ優しい。美味しい。島豆腐なんだろうけど、プルプルしてて茶碗蒸しのような豆腐。めっちゃ美味しい。味噌汁も出汁が効いてて美味しい。いただきます。うまい。やっぱりゴーヤの苦味もあるけど、あるんだ、ちゃんと。あるんだけど、味付けが割と優しいよりここは味しっかりしてくれてるから、豆腐にまで味染みても美味しい。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。フォーク1個あげようか。ゴーヤ豆腐も、ゴーヤチャンプルーもらいます。石豆腐俺一口食べてみたい。これはぜひ食べた方がいいよ。すごいね。めっちゃ美味しいよ。冬に食べたい。見た目ホロホロだけどちょっとプルプルしてるんだね。すごい優しい味わい。何の味かって言われるとわからない。まあ分かりやすく言えばなんか白だしのようなお出汁の味。本当に言えばスパムってことだと思うんだけど、めっちゃ柔らかい。ジューシー。柔らか。ね。ハムとは違う。ふわってしてる。子供の時からゴーヤチャンプル大好きなの。こんなに薄くていいんだね。ゴーヤチャンプルーのゴーヤは。かなり薄いね。あら。うま。あ、味しっかりめだ。あー、いいねこのゴーヤの。ちょっとください。結構今まで食べたやつの中でももっともっといっていうぐらい味しっかりしてるこのやつは。ゴーヤの苦味全然気にならない。こう値上げしたみたいだけど、それにしても定食なのに割と良心的な値段で、そこが嬉しいし、いろんな種類定食が食べられるんだけど、郷土料理のが食べられるといってもお店自体はだいぶおしゃれなお店になってます。
カフェっぽい雰囲気だからすごいナチュラルで島感もあってすごいいいです。駐車場がちょっと狭いっていうのと、お店の前に3台、しかもすぐ曲がり角だから止めづらいのと、軽じゃなきゃ厳しい。一応まだ駐車場も他にもあります。コインパーキングも一応近くにはありました。首里駅の近くって言ってたから、電車とか利用する人はそのまま電車で来て来るのはありかも。それぐらいおすすめ。美味しい。おいしい。いや食べといてよかったね。めちゃくちゃうまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。量もいっぱいでお腹がいっぱいになりました。美味しかったです。美味しかったです。沖縄県にしかないファストフード店 A&W っていうところに来ました。先に飲み物なんですが、これがルートビアという。それだけで飲むとあんまり美味しくなくて、ハンバーガーと一緒に食べると美味しくなるらしいよ。最初ついてくれた時にね、上の部分本当ビールみたいに泡をふわーってつけてくれてたんで、すぐなくなっちゃった。結構な量やけどまあ、いただきます。おーすごい。まずくはない。どんな味？思った以上はまずくない。湿布の味って聞いてたけど、まさに湿布のスースー感を口に入れているような。これ何なんだろうね。そのアメリカンフードやからさ、アメリカンな味なのかな。一旦何が入ってんだろうね。ねえ、色はめっちゃコーラ。炭酸弱めのスースーした飲み物。エアーサロンパスほどのスースー感はなくて、ちょっと湿布の弱まったぐらいの感じ。ルートビアだったらおかわり無料でできるそうです。ドキドキする。そんな顔になるよね。面白いなって。うちよく親が肩こりとかなってたんだけど、農業の疲れた時とか疲労回復のための、分厚いふにゃふにゃのじゃなくてさ、薄めの薄めのサロンパスあるやん。ちょっと匂い強いけど茶色い薄いやつ、あの味の匂い。だから強すぎないってことやろ。いや違うよ。私の中でその湿布よりかは、これ何のかというと、ちょっと調べてみました。コーラベースにした発火飲料というようなジャンルみたいで、これはやっぱアメリカで19世紀中頃に生まれたとされるドリンクみたい。入ってる成分の中にそのサロンパスにも実際に使われているものが入ってるみたいだから、本当にその味がするらしい。本当にその成分が入ってるんだ。豆緑樹カバノキっていうのが入ってるらしくて、成分が、それがもう湿布の原料になってるらしい。思ったよりかは飲めるし、飲んだ時の衝撃だけで、その後の後味はコーラの甘い後味みたいな。だからさ、まずくはないなって俺思ったよ、ね。そう、意外といけるわって。こちらの店舗は水曜日はルートビアフロートデーっていうのがあるらしいよ。家にもし湿布がある方はそれを嗅ぎながらコーラを飲めばちょっと疑似体験できると思う。これ贅沢だな。ハンバーグの上にオニオンリングとクリームチーズかな。これ何なの？なんかあるね。食べないよ。ローストビーフっぽくなかった。400円だけどめっちゃお手頃じゃない？チーズバーガーね。クリームチーズだった。いろんな味が一気に口に入ってきた。これ美味しいわ。パティは割と薄めで、そうだね。肉しさというよりかは、かじった時にオニオンリングとクリームチーズがすごく他のハンバーガーとは違いを表してくれている。フードポテトはさ、屋台っていうか出店でロングポテト売ってるやん。こう長いやつ、ポテトみたいな。なんかそれも食べちゃう。はい、半分食べてからにしよう。食べたよ。もう食べちゃった？半分。半分だよねこれ。半分じゃないか。目の錯覚か。もっと食べる。どう？相性は。すげえうまい。ルートビアがさっぱりさせてくれるんやろね。これうまい。ローストビーフのブラックペッパー
ゃすごいいいアクセント。ルートビアと合うね。まあ毎回シップなんだけどごちそうサマンサタバサ。ごちそうサロンパス。うまい。これにて沖縄グルメ8選終了いたしました。食べまくりましたいやね。よく食べたなって思います。5泊6日しかいなかったのにもかかわらず沖縄そばとこのグルメを食べてますからね。どれだけ私たちがずっと食べていたかがよくわかるかと思いますが、本当にどれも美味しかったです。その中でも一番のお気に入りを言いたいと思います。もう決まってますよね。せーの、糸満漁民食堂です。はい、こちらの魚のバター焼き、もう信じられないぐらい美味しくて、確かに沖縄県ではお魚っていうイメージがない方も多いと思うんですけど、こちらのバター焼きが熱々の鉄板に乗った状態でやってくるお魚、本当に美味しかったです。沖縄に行った時にはまた食べに行きたい食堂です。それ以外にもルートビアもねなかなか良かったかなって僕的には思ってます。シップの味を体験したい方はぜひどうぞ。ということで沖縄本土のグルメこれにて終了になります。はい、また旅の様子や沖縄そばもまとめていますのでこちらもご覧ください。それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画を見てお腹が空いた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。ごめん、今さ私全然この味もわかんないし、飲んでもない時点で聞いてもマジでわかんないから、多分見てる人からしたら全く想像つかない味なんだと思う。これもうちょいかじってよかったかな。結構かじるね